どうもゆうこです。今日はダイエットの動画。私も特別モデル並みに痩せてるってわけじゃないんだけど、とりあえず、まずどんな人に見てほしいか。大前提、体を引き締めたい。ダイエットっぽいことが苦手。リバウンドを繰り返してる。むくみ、便秘がひどい人。あと、痩せ体質を作りたい人。で、2、3日、1週間で痩せたいっていう人は、この動画は微妙微妙、めっちゃ微妙。すぐに痩せるっていうダイエット法ではない。だけど痩せるために必要な情報はいっぱい喋るから、ぜひ参考にしてくれたらなって思います。今日喋りたいことめちゃめちゃあるからどんどんいくね。で、前もって言っときたいことが、ダイエットサプリとダイエット漢方は一切おすすめしないです。使ってる人はやめた方がいいよっていう発言まではしないけど、とりあえず今からのダイエットでサプリと漢方を勧めることはないです。高いし、他のものにお金使った方が絶対いいと思う。はい。で、今日の動画の流れは、まず最初に私の基本情報。その体質によって痩せ方も変わってくるから、ちょっとそういうことも一応話しておくね。2つ目、ダイエットの心構えと体型管理にいいことを4つ。3つ目、やらないでほしいこと。4つ目、私が実際にしてることで話していきまーす。わかりにくい部分あったらごめん。じゃあちょっと早速じゃんじゃんいこう。まず最初に私の基本情報。スキップすんなよ。まず私23歳です。身長158センチで、体重は平均49から50キロを行ったり来たりしてます。で、基本的に私は在宅ワークをしてるから、平日は歩きません。で、3つ目は、金曜日の夜から日曜日までは好き勝手食べてます。4つ目、飲酒が週に1回から2回。で、5つ目が、むくみ太り、運動不足太りで太りやすいタイプです。次、もうさっさと進むよ。ダイエットの心構え。痩せるっていうより、健康維持を目指してほしい。これ完全に私の持論なんだけど、健康的な生活を送ってると勝手に太りにくくなるし、痩せやすい体作りが自然とできると思うの。ダイエットって思うとさ、めっちゃ運動したり、めっちゃ食事制限したり、プロテイン飲んで、そんな感じじゃん。だけど、そんなことない。全然そんなことしなくたって体は絞れるから安心して。今日からぜひ、痩せるためじゃなくて、健康のためって思ってほしい。で、じゃあ、健康になるためには何よってことなんだよね。マジダイエットっぽいことが苦手な人は最初の2つだけでいい。まず1つ目、腸内環境を整える。シンプルに排便のリズムが安定するとね、便秘になりにくい。で、便秘になりにくいってなると、で、太りにくい体質につながるの。便秘が続くと基礎代謝が落ちて脂肪が燃えにくくなる。体温が下がるような感じになるから、痩せにくい体になるの。便秘の人、痩せにくい体になっちゃうんだよ。あんま食べてないのに太っちゃうと人は便秘の人すごい多いと思う。ちなみに私死ぬほど便秘だった。太りにくくなるってことは、好きなものをある程度食べてもそんなに太んなくなるの。それ幸せじゃない？だから1つ目は腸内環境を整えてください。腸内環境を整えるって何っていうのは、一番手っ取り早いのは食事だよね。多分調べたらいっぱい出てくると思うんだけど、ヨーグルトとか発酵食品、キムチとか納豆とか、割と、腸内環境と言ったらみたいなの何個か上がると思うんだけど、そういうものをできるだけ取るようにする。だって腸内環境を整えるのって別に食事制限する必要はないからね、ここの段階では。はい、で次2つ目、睡眠の質を上げる。これが痩せにつながるんですよ。もう睡眠の質を上げると、疲労回復とかストレス解消とかいろんなメリットあるんだけど、その中でも睡眠の質を上げるっていうのは肥満防止につながるんですよ。ほらまたすごくね。だって睡眠の質上げて寝てるだけで綺麗になれるんだよ。こんなうまい話なくないか。詳しく話すと、睡眠時間が短くなると食欲を抑制するホルモンの分泌が減るの。つまり食べたくなっちゃうってことね。そんでまた別のホルモンなんだけど、食欲を促進させるホルモンの分泌が増えるの。これ最悪すぎじゃない？それぞれレプチンとグレリンって言うんだけど、寝ないだけでだよ。寝ないだけで暴食しやすくなっちゃうんだって。でも寝るだけでも十分なんだけど、でも睡眠の質を上げるって以上上げなきゃいけない。もう超優しい。今からもう睡眠の質を上げる方法をバッ
って表示するからスクショして。で全部やらなくていい。この中からできそうなのを一つでも選んで今日からぜひ実行してください。何回も言うよ、全部やらなくていいからね。はい、じゃあどうぞ。それぞれがどうして睡眠の質につながるかっていうのはぜひ自分で調べてもらいたい。これ普通にめんどくさいからとかじゃなくて、やっぱ自分で調べることによってね、行動することでモチベーションっていうのはね、やっぱ上がってくるから。はい、スクショしましたか？はい、じゃあ次行きます。じゃあ3つ目。これは言われなくても知ってるよって感じかもしれないけど、体にいいものを食べましょう。逆に言うと、体に悪いものをできるだけ避ける。これね、できるだけで大丈夫だよ。わざわざ説明しなくても、マックを毎日食べるのと、魚定食を毎日食べるんだったら、それは定食の方が健康に良さそうだよね。で、それは分かってんだけど、それをするのが苦しいんだよね。だって、魚定食とマックだったら私マックの方が食べたいし。だけど、世の中ってのは、思ったより美味しいものあるの。すっごいバカみたいなこと言ってるけど、本当に想像以上に美味しいものっていっぱいあるのね。で、それの見つけ方なんだけど、私がここで、ほら、キュウリ太りにくくて美味しいじゃんって、私がここでさ、ボンってさ、一品出したとしてもさ、キュウリ嫌いな人からしたらさ、いやいやいやって感じでしょ。これは私が例に出すものじゃないと思ってて、私が改めて健康管理を始めた時にやったことが、自分の好きな食べ物を50個書き出すっていうのをやったのね。皆さん好きなものを50個ってスラスラ言える？私は手書きで書いたんだけど、スマホでもいいから1から50全部好きな食べ物を埋めてくれ。で、私はこういう風にこうやってガーって書き出すの。50個。で、出てるの春巻きとかきゅうり、五目ご飯、冷麺、ヨーグルト、アボカド、グミ、アヒージョ、マロニーちゃん、ドーナツ、ココナッツミルク、牛乳とかガーって書いてあるんだけど、こうやっていっぱい書いていくうちにね、あれこれ太りにくくねっていうものが何個か出てくるの。このグレーで線引いてるのはなんか比較的に太りにくい、めっちゃデブ食ではないものを線引いてんだけど、もちろん好きな食べ物聞かれて最初の上位はやっぱり高カロリーのものが出やすいと思うのね。ラーメンが好きとかパスタ好き、焼肉が好きって上位はやっぱそういうのが並ぶんだけど、下に行けば行くほど野菜とかそういうちょっとヘルシーなものが徐々に出てくるのね。てか出ざるを得なくなるの。50個も書き出してたら。もちろん高カロリーのもの食べてもいいんだけど、こうやって線引いたものっていうのはさ、健康的だけど私の好きなものでもあるわけじゃん。だからなんかダイエット、食事管理ってなったらすごい自分の好きじゃないものを食べなきゃいけないイメージだけど、こうやって無理やりじゃないけどさ出すと、意外と自分の好きなもので健康的なものとか太りにくいものっていうのはいっぱいあるんだなって。その太りにくいものか太りやすいものかの線引きは、私は揚げ物は健康だよね、ナムルはどちらかといえばヘルシーかなぐらいの柔らかい感じで線引きしてるんだけど、ダイエットも楽しめるじゃん。自分の好きなものでダイエットができるんだったら。だから私は一回このノートを見直して、私そういえばよだれ鶏好きだわ、唐揚げ食べるよりマシかってよだれ鶏食べたり、そんな感じで食事制限というか食事管理を行ってました。はい、じゃあちょっとここいっぱい喋っちゃったね。次4つ目。はい、代謝を上げる。とうとう出てきちゃいましたね。運動っぽいもの。代謝を上げるっていうのは運動とかストレッチとか食べ物でも上げることできるよね。そんな感じですよ。ダイエットとか健康管理って言ったらこれがついてきますね。運動でも運動ってすごい幅広いのよ。これも後で私がやったことで話すんだけど、私はストレッチを毎朝晩気分でするんだけど、筋トレは基本的に1日5分以上やってないかな。5分だよ。その5分ってすごい偉いっていうか大事なんだけど、そこまで運動かよってテンション下がらなくてももう平気だと思う。なんなら私は在宅ワークだから皆さんより相当歩いてないと思うの。でも運動量は割とそんぐらいでも大丈夫だけど、やっぱちょっと継続は大事かなって思う。んで代謝を上げると言われましてもって感じなんですよ。基礎代謝とかいろいろあるんだけどちょっとそこはすっ飛ばすね。話すと長くなっちゃうから。で、代謝がいいっていうのは簡単に言うと常に体がポカポカしてるような状態。例で言うと普通に座ってるよりさ、お風呂に浸かってる時の方が痩せてる気がするじゃない？それってなんかちょっと体がポカポカして汗かいてるみたいな状態だから、そういう風に思うと思うんだけど、だから代謝を上げるとどんないいことがあるって極端に言うと突っ立っ
ってるだけで運動してることになるの。やばくないそれはすごくないか。で、代謝を上げるって何ピエンってなってる人いると思うんだけど、そんな感じの人は血流の流れが良くなりそうなことをしてください。はい、じゃあもうみんな私に感謝しなさい。スクショタイム入ります。代謝を上げる方法こちら。はい、代謝を上げる。代謝を上げるっていうのはなんかピンとこない人も多いと思うんだけど、基礎代謝を上げると何がいいかっていうと、それをしてない時も脂肪燃焼をしやすい体にしてくれるの。運動してない時も運動してることになるんだよ、基礎代謝が上がると。さっきからさ、代謝上げれば寝てうんちすればいいって言ってんだよ。なんだよこれ、有力動画すぎるだろ。代謝上げて寝てうんち出せって、それでいいの。それやってれば痩せるから、本当に。ちょっと1長かったね。ほんじゃあ次、ダイエットの心構え2、マシダイエット。食事関連、自分の中ですでに知ってる情報ってあるじゃん。さっきで言ったらマックと魚定食だったら魚定食の方がいいとか。だけどさ、マックと魚定食比べんなよって感じじゃん。別物だし、そんなん魚定食食いたくねえわっていう人もいると思うし、いろんなダイエット飯がありますよ。その中で美味しいものもあるしね。だけどさ、その美味しいダイエット飯にも限度があるじゃん。ゴリゴリの揚げ物には勝てないというかさ、食事制限してもうやだ爆食ってなる前に食べちゃおう食べましょう。もちろん私は基本的に食べたい時はもうガチで何も気にせず食べるんだけど、それこそ週末とかね。だけど食べたいけど痩せたい気持ちもある、ちょっとドギマギした時ってあるじゃん。食べたいけどどうしよっかなみたいな。で、どうしよっかなって悩んでるぐらいだったら爆食に走らずにマシなものを選ぶ。アイスだったらスーパーカップとか太りやすいラクトアイスじゃなくてシャーベット系とかフルーツ系を選ぶとか、もっとレベル低いもので言ったらケーキ食べる、スイパラよりマシぐらい、そのぐらいでいい。そんな感じで食事制限は何々よりマシじゃねぐらいのテンションで構わないと思う。同じラーメンでもギトギトのチャーシュー5枚入りっていうよりかは普通のラーメンの方がマシやろって、普通のラーメン食べるでもいいしさ、ほんのちょっとでもマシなものを選ぶことによってやっぱ偉いって思うようになるから、ちょっと一歩引いてマシなものを選んでる自分っていうのを偉く感じる。それがダイエットのモチベーションに変わってくるはずだから、本当にポテトを食べるけどポテト大盛りよりマシやろとか、もうそのぐらいでも別に構わないと思う。だけど毎日が毎日それだったらダメよ。毎日3食ともラーメンとか焼肉とか食べて、いや食べ放題やるマシやろって言ってるようであれば、それはちょっと違う。次3、なりきりダイエット。これさっきからダイエットって言ってるんだけど、一応動画的にダイエットって言ってるだけで、私的には健康管理的なイメージね。ダイエットとか、健康管理の場合は、私はモデルさんになりきるとかやるのね。なんかモデルがしそうなこと一通りやる。実際は知らないけど、なんかおしゃれなサラダを食べるとか、マッサージをするとか、あとなんかヨガっぽいポーズするとか、ダイエットはごっこ遊びみたいなくらいに思っていいと思う。憧れの人がいるんだったらその人でもいい。私はトライスのジヒョちゃんのビジュアルがすごい好きなんだけど、ジヒョちゃんだったらきっと食事は姿勢よく食べてるんだろうなとか、そんな風にみんなのロールモデルとかっていう人のなりきりをすると、自然と食生活が制限されるし、運動もついてくると思うんだよね。モデルさんだったら10減牛してるんじゃないかなみたいな感じで、なんかモデルさんが YouTube 撮ったらこんな感じかなって、今日はサラダ作りました、超可愛いサラダとか作ったりさ、なんか素敵な丁寧な暮らしをしてる人たちの真似っこごっこ遊びをするっていうのはすごい楽しくできるなって思う。ちょっとこのやり方は好き嫌い分かれるかもしれないなって私でも分かるんだけど、ちょっとそういう風になりきりダイエット、健康管理っていうのも一つの手かなって私は思ってます。はい、じゃあ次の章行きましょう。4、やらないでほしいこと2つ。運動をしない、食事をしないっていうダイエットやらないでほしい。筋肉が減るようなダイエットっていうのは確実にリバウンドする。本当にリバウンドする。それを続けてるとリバウンドどころか太りやすくて痩せにくい体になるっていう、
最悪の事態になってしまうからマジ注意。適度に運動をして適度に食事管理をしてくれるととても私的には嬉しいです。2つ目、流行りのダイエット。流行りに乗ってダイエットを楽しめるんだったらそれはそれでいいんじゃないかなって思うんだけど、その痩せ方に流行りって私はないと思ってるのね。だって根本のさ、人間の体の作りはそんな簡単に変わるもんじゃないじゃん。なのにダイエット法が変わるのっておかしくない？そのダイエットの基本は常に変わらないと思うの。ある程度運動してある程度食事管理をするみたいな、変わることはないんだよ。大きい研究結果が出ない限りね。だからそのサウナとかもさ、医学的にどうなのかって賛否あるしさ、それこそサプリも今流行ってるじゃん。いい面ももちろんあると思うんだよ。全否定はしない。だけどそういう流行りのダイエットっていうのは副作用があるかもしれないっていうのを大前提にやってほしいかな。やるんだったら。って変なのも流行るじゃん。リンゴダイエットとか聞いたことあるでしょ？でもリンゴダイエットでさ、ちゃんと健康的に痩せれるわけないじゃん。でも当時はさ、それがすげえってなってたんだよ。だけど今になってリンゴダイエットやばかったよねとかあるじゃん。知ってる？お嬢様酵素とかめちゃめちゃ流行ったじゃん。だけどさ、いやその痩せ方はやばいって何年後かにはなるんだよ。やっぱそのね、今時 SNS 時代だからさ、みんなが SNS で言ってるとやっぱそれがそうって思っちゃうんだけど、やっぱそういう失敗をしないで済むのはやっぱ基盤のある程度筋トレをしてある程度食事制限をする、生活習慣を見直すっていうのが大前提。生活習慣見直せばある程度痩せるようになるから大丈夫。その不健康そうなことはやらないでくれ。ぜひこの動画を見てくれてるあなたはやらないでほしい。私の声が届く範囲にいる人だからね。そんな感じで流行りのダイエットはあんまやらないでほしいなって思ってます。はい、じゃあやっとこっから私が実際にしてること。1つ目、さっきも言った通り朝晩のストレッチ。これ各4分ぐらいかな。4分もやってる気はあまりしないけど、そんぐらいかな。時間とかは特に決めてなくて、なんか伸ばしたいなっていうところを気がするまで伸ばすのが習慣。やっぱりストレッチしないと本当に私は体が痛いし、しない日が続くと体がむくみでパンパンになるのね。もう足も顔もお腹もタプタプするの。だからストレッチはかなり大きいなって思う。朝にストレッチすると代謝を促進することができるし、寝る前のストレッチはリラックス効果で睡眠の質を上げる効果もあるから、すごいねいいと思う。もし朝晩きついなっていう人はもう本当に朝だけとか夜だけでもいいからぜひやってほしいなって思います。2つ目、姿勢を正す。もともとちょっと姿勢がいい人には使えないんだけど、本当にお腹周り変わる。で、これはできるだけ日々の生活でずっと意識してずっと姿勢よくしようって思ってんだけど、やっぱり疲れちゃうし忘れちゃうのよ。そう。だから私はスーパーに行くまでの道はやるって決めてるの。だからみんなの場合だったら出勤通学の道のりだけお腹をへこます。で、お腹に無理やり力を入れなくて平気。ちょっと今やってみ。無理やりって力入れなくていい。ただ単にお腹をクッてへこますだけ。ちょっとスタイルよく見られたいなっていう時にやるぐらいのお腹で平気。プラスで少し姿勢をよく歩けたらもう最高。姿勢よくお腹へこます生活するだけでマジでお腹周り変わる。背中も綺麗になるしね。本当に姿勢大事だから。筋トレしたくない人、最初は姿勢正すだけでもいい。普段姿勢悪い人って姿勢正すだけでも筋肉使うし疲れると思うんだよね。姿勢正すと血流良くなるから一石五鳥ぐらいあるよ。ずっと頑張るってなるとやっぱ続かなくなっちゃうっていうか忘れちゃったりするから、本当に通勤通学の朝だけ、帰りはやらなくていい。もうそのぐらいで大丈夫。3つ目、筋トレ。はい、来ちゃいました。で、私は朝に5分かな。相当テンションが高くない限り5分以上の筋トレはね、しないです。ちなみに私はヒップアップとプランク、腹筋的なのしかやってないです。両方含めて5分、休憩なし。休憩するとね、私そこでやめちゃうんだよね。だから私は休憩一切しないで5分間ぶっ通しで筋トレをするっていうのをやってます。で、メニューはその時の気分で即興で考えてやってるんだけど、この方の筋トレ動画はすごいスムーズで見やすくて、あと一個一個がすごい短いからね、めちゃめちゃいいと思う。次、4つ目。水を飲む。王道すぎるよね。やっぱりでも大事だなって思う。1日何リットルとか決めてない。なんか2リットル飲んだ方がいい
ってよく聞くけど全然飲めないし、てかそもそも自分が何リットル飲んだとか分かんないからめんどくさいから、私は何リットル飲むとか決めないで気づいたら飲むっていうようにしてます。でも飲む習慣がない人って気づいたら飲むとかないのよね。気づいたら一日終わってるの。私もそうだったで、だからルーティンを決めて飲むようになったんだけど、例えばトイレに行ったら1杯飲む、一日に必ず起きる動作に紐付けをして習慣化してた。やっぱさ、その水飲むってだけだと忘れるじゃん普段から飲んでる人からしたらさ、何も意識しないで飲んでると思うんだけど、やっぱ習慣がない人っていうのは飲むのも大変だから忘れちゃいがちなんだけど、普段してる行動に紐付けてやるとやりやすいかなって思います。5つ目、湯船に使ってます。私は3日に2回ぐらい使ってます。仕事とか学校とかで疲れてるからなかなか入れない人が多いと思うから、入ってっていうのもすごい言いにくいんだけど、10分入るだけでもやっぱ汗かいて、ダイエットにもつながるし疲れも取れるから、やっぱり湯船は最高だなって思います。最後、私がやってることを6、食事管理。来ました、食事管理。だけどね、みんなそこまで厳しくないから聞いて。さっきも言った通り、私は金曜日の夜から土曜日曜好きなだけ食べてる。まずその時点でさ、よくない？って居酒屋行ってご飯食べてお酒飲んで、家に帰ってきてからお菓子食べてお酒飲んで、次の日お昼マック食べてみたいな感じが毎週なのね、本当に。そんな私の食事管理。まず基本的に朝昼は好きなものを食べます。ちなみに私はお昼ご飯は白米と餃子12個をよく食べてる。すごい楽なんだよね。安いのが売っててスーパーにそう、そんぐらい食べてる。やっぱ炭水化物はね、ゼロにはしない方がいいと私は思うんだよね。なんか炭水化物取らないで痩せてると、なんかブヨッとどこか不健康そうな痩せ方になるイメージで、逆に炭水化物を取りながら痩せるとパキッとしたなんか引き締まったみたいな感じの体になる感じ。あとお米はそんなにドカ食いしない限り太る原因ではない。やっぱパン類と麺類は控えてるかも。平日はあんま食べないようにしてるかな。どちらかというとお米食べようっていう気持ちにはなってるかもしれない。あとは食べる時間だよね。やっぱり夜は少し気をつけてるとは言っても、私は今彼と同棲してて、自分用にだけダイエット飯を作るなんてめんどくさいんですよ。1人分作るのも大変なのに、それを2人2種類作るなんてこと私にはできないから、基本的には一般的な夕食を食べてるんじゃないかなって思う。でも白米は少量、茶碗半分ぐらい。あとは彼よりおかずを少なくしてサラダを多めにとかスープを多めにとかしてるかな。そこら辺のメニューに需要があればいつか紹介しようかなって思ってるけど。で、お菓子は適度に食べるよ。全然食べる。私お菓子大好きだもん、本当に。だけど平日は夕方過ぎは食べないかな。食べないようにしてる。基本食べないようにしてるけど、食べるんだったら3時前だったらもう好きなように食べろぐらいのテンションではいる。あとやったりするのは、ヨーグルトとかサラダをおしゃれ風に持って楽しむ。あるじゃん、アサイーボールとかさ、おしゃれなサラダボールとかさ、そういうヘルシーなものをなんかデザインして遊ぶじゃないけど、そういうので楽しんでなんかダイエットのモチベーションを保ってるっていうのもあるかな。はい、なんかちょっと食事管理のところごちゃごちゃしちゃったからまとめるね。まとめると、朝昼は気にせず食べてストレスを軽減させる。朝昼は白米も食べてます。炭水化物はパン、麺ではなく米に頼る。夜はご飯なしか少なめ。夜はサラダスープで満たす。お菓子は食べるなら3時前。ヨーグルトサラダをおしゃれ風にして楽しむ。あと8、めっちゃ噛む。めっちゃ最近噛むようにした。満腹度が違いすぎる。本当に。最後になんだけど、この動画見てる人は多分ほとんどの人が痩せたいとかダイエットを試みてるっていう人だと思うからカツを入れるんだけど、もしその筋トレもストレッチもめんどくさい、もう好きなものだけをずっと食べてたい、もう無理、もっと楽な痩せ方を知りたいっていう人は、痩せないとかじゃなくて痩せ時じゃないと思う。楽に過ごしてる人より努力するから綺麗になれると思うのね。
その楽ばっかを選びたいのであれば、それは痩せ時じゃないと思う。もっとやべえってなった時に頑張ればいいと思う。多分その時は楽を選ばなくなってると思う。本当にやべえってなったらね。だけどそんなやべえとかなってないんだったら、そんな痩せる必要なんてないんだよ。他人に言われたとか、他人にどう思われてるから痩せるとか、そんぐらいだったら絶対痩せなくていいし、本当に自分が痩せたいって思った時にだけ痩せてほしい。大前提、細いのが綺麗っていうのは時代遅れよ。だけどあなたのなりたい姿が細めの体であるのであれば目指すべきだし、応援する。ガチで。だってしんどいもん。鏡見てさ、うわデブっていう風に病むの。なんか痩せることで自信がつくんだったら努力してほしい。でも健康から外れるのだけはやめてほしい。やめて。少なくとも私のチャンネル登録者さんは不健康なダイエットは禁止。ダメです。許しません。許しまへんで。はい、今日からやろう。今日から。誰もが今日からやれることっていうのは、睡眠の質を上げることですね。さっきのスクショした睡眠の質上げる方法のやつ。もし今ね、寝る直前でもうすでにベッドでこの動画を見てくれてるんであれば、まずは、ご視聴ありがとうございます。ありがとう。だけど、その場合は、せっかくね、今日この動画をここまで見てくれたんだったら、寝る前に10秒でいい。ぐーって首をストレッチしてから、寝てください。些細なことでもいいから1個実行して、今日小さいことでいいからマジで今日で、なりたい姿とか想像して目標を決めたいなら決めて、それを今日か明日には何かに書き出して、スマホのメモでも紙でもコメント欄に書いとくでも何でもいいから、もし目標を決めるのであればどこかに記入しといて。で、目標決めるのが苦手なタイプの人は別に目標だって別に決めなくたっていい。はい、そんな感じで私はみんなの健康を祈ってます。その10代20代綺麗でいるなんてさ、簡単なんだよ。ちょっとお金出せばそれっぽくなるけど、髪の毛も薄くなってきた頃にお金払ってもどうしようもできないっていうことがね、ポロポロ出てくると思うんだよね。だから健康維持していきましょう。はい、そんな感じでございました。撮影時間1時間45分です。動画は何分になってるのでしょうか。わからないけれど、ここまで見てくれてマジでありがとう。じゃあちょっとそろそろ終わりにしましょうか。本日もディズニー大好き朝比奈ゆこがお送りいたしました。それでは皆さん、私のことをちょっとでも好きになってくれたらチャンネル登録、高評価お願いします。そんじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。頑張ろうねー。